こんにちは。こちらスティーブ・カーフマンです。今日はね、もう言葉の勉強の目標について話したいと思います。私のビデオ好きであれば、ぜひ登録してください。鐘のところでクリックすれば、知らせも届きますから。その言葉を勉強するときに、もちろん、その大雑把な曖昧な目標がみんな持ってます。要は、流暢に話したいと。しかし、この各段階でですね、目標、私個人の経験であれば、具体的な目標があれば、継続しやすいんですよ。で、その目標においてはですね、順番があるんですよ。順番。だから、その7つの段階の目標について今日は話したいと思うんです。で、この7つの段階はね、私のイメージではですね、逆さまなピラミッドみたいなものですよ。だから、一番大切な目標はですね、もう語彙、単語、覚えないといけない。数の多い、実際にはですね、いろんなものを理解するために、あるいは話するためにですね、かなり大きい語彙が必要なんですよ。だから、その単語の数、語彙を増やすのは、私のイメージでは一番大切な目標。始まるとき、言葉を集まらないといけませんし、そしてその続けて勉強する間でもですね、やはり常に言葉のその単語の数、その収穫ですね、それ続かなければならないんですよ。だからこれ一番目の、目標なんですよ。その次はですね、その読むこと。すなわち、聞くことは大切ですけれども、私の経験では読めないと聞いたときはわからないんですよ。だから言葉を覚えて、リンクでも使って言葉を辞書を調べたり、保存したりして、そしてそういう保存した言葉を少しずつリンクならリンクで読んで、そしてある程度この単語というか語彙を増やしたその上で、もう短いな文章でも読む、始まることが大事なんですよ。だからそれは第二の目標。リンクではね、その読んだ単語の数えるわけですよ。それをできるだけ増やすこと。できるだけたくさん読むこと。新しいものを読んで、新しい単語を勉強して、それを読むことが第二の目標なんですよ。第三の目標は聞くこと。だからある程度、当然読むことがやりやすいわけですよ。時間があるから知らない単語も調べるし、聞いた時なかなか明確でないその単語が読む時は明確になります。だからある程度読んだ後にはですね、やはり聞くその時間も増やさないといけないですよ。で、聞いた時はわからない場合もあるから、もう一度読んで、語彙を増やす。だから、ある程度は全ての目標はお互いに関係があるんですよ。あるけれども、それでも私のその考え方の中では順番がある。まず、単語を増やすこと。そして読むこと。その単語の数を増やすこと。それから聞くその理解力を増やすということなんですよ。で、それをやはりいずれこういう語彙、読む、聞く、それはインプット関係あるわけですよ。そして第4番目の目標はね、それは話すこと。自分の、だから話をすること。だからもちろんいろんな人がね、大部分の人が第一の目標は話したいと。話したいと。だけれども、1、2、3のその語彙と、その読むこと、読む能力、読むその理解力、読解っていうんですか。あるいは、聞いてわかる理解力ですね。それがないと話することが非常に難しい。しかし、ベーシスがね、あれば、
あとこの話することがやりやすくなるんですよ。そして相手の言うことを理解できるならば自信がつくわけですよ。だから、重要性においてはもしかすると話すことが一番大切かもしれないけども、実際にはそれを達成するために目標の1、2、3も達成しないといけません。それはだから4番目。5番目はですね、それは正しく、要は文法、正しく話したい。で、そのインプットの段階ではですね、やはり単語を増やしたり、読んだり聞いたりするときにですね、文法はそれほど大切じゃないです。ある程度のアイディアがあれば、その単語さえあれば、読む、聞く能力があれば、文法はその段階ではそれほど大切じゃないです。しかし話するときにですね、やはりどこがやはり正確でない、それはネイティブのような言い方ではない、それは少しずつ感じるわけですよ。だからもっと正しく話したいと当然意欲が出てくる。その段階ではね、常にある程度この言葉においては経験がある、たくさん聞いた、たくさん読んだ上で、今度じゃあ文法にもう少し力を入れることが大事。しかしあくまで5番目、1番目ではないわけですよ。それはやはり文法はかなりある程度できたと、読む能力もできたと、そして聞くリスニングの能力ができたと、そしてある程度話できるけれどももう正確ではないと。でその段階では今度じゃあ文法に集中しますというのが、僕は5番目の目標なんですよ。6番目は書くこと。僕の場合はやはりフランス語と中国語の場合は書くことが必要であったんですよ、私の場合は。しかしその他の僕は大体20カ国語を話せるんだけれども書かないですよ。書くのはあくまであれですよ、コンピューターを使って書きます。で書く文章は話するのと同じなんですよ。わざとだからライティングだから、もっと正式に書くっていうことはあまりしないです。しかし必要があるんですよ、場合によっては。ライティングというか正しく書く。でその場合はやはりそれに集中しないといけません。でいずれ私は各目標に関しては別々なビデオを作るつもりでありますから、その時にどういうふうにしてライティングですね、書くことをもっと上手に正確に説得力のあるようにするかというのはまた今度ビデオを作ります。だけども重要性としては少なくとも私の経験ではそれほど他の理解力とか話することに比べて少ないです。それはもちろんニーズ必要に応じて人によっては違います。そして最終的には僕は文化ですよ。文化。僕はその文化、それぞれの言葉の文化、興味ありますよね。あるからもうそれこそこの言葉を勉強してますけれども、できるだけこの言葉でこの文化を知りたいわけですよ。だから英語で、僕の場合は母国語英語ですから、英語でいろいろ細かいこと、文化について説明してもですね、僕にその言葉の勉強においては大切じゃないです。ある程度の水準できたときに、今度じゃあいろんなその国、その言葉の文化については勉強したい。だからそれは7番目のやはり目標になります。じゃあそういう意味でその7つの目標についてのビデオであった、英語でも同じシリーズがありますので、ぜひ僕のチャンネルで英語でもご覧になってください。でこれからも日本語でいちいち個別にこの各目標について日本語でもビデオを作りたいと思ってます。じゃあどうもさようなら。